はい、こんにちは。国産食堂のとしです。今日はですね、生姜の冷凍保存の方法を紹介しようと思います。生姜って買った後にですね、使って結構残っちゃって、で気づいたら冷蔵庫の片隅でヒカヒカなってたとかないですかね。結構僕はあったんですけども、そうならないようにもう最初にまとめて冷凍しておく方法を紹介しようと思います。今回紹介する方法ですとですね、冷凍した後も使う時もすぐに使えますので、非常に重宝しますね。で結構風味も案外残ってくれますし、非常におすすめの方法です。市販のチューブの生姜のようにすぐに使えて、その割にチューブの生姜とはもう比べ物にならないぐらい美味しい風味が残ってますので、もう味が全然違います。すごくおすすめですので、ぜひお試しください。それではやっていきましょう。生姜はですね、全部皮を剥いてしまってすりおろしてしまいます。一応初心者の方のために生姜の掃除の仕方を紹介しますね。掃除するときはですね、こんな感じで切り口の汚れた面は薄く切り落としておきます。そして包丁を立てたような感じでですね、ガリ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 と皮をこそげていくような感じですね。そういう風にして皮を取り除いていきます。もし難しい場合はですね、スプーンとか使ってガリガリ削ってやっても大丈夫です。で、皮が剥き終わりましたらですね、こうやって軽く洗ってやりまして、で、水気を軽く拭き取ってやって、すりおろしていきます。ですりおろした後にちょっと見てもらうと分かると思うんですけども、結構この繊維が入ってくるんですね。そのまま冷凍してやってもいいんですけども、ちょっと口当たりが悪いものですから、できたらちょっと冷凍する前にこの目立つ繊維の部分だけは取り除いてやった方がいいかなというふうに思います。面倒な方はこの工程は省いてしまっても大丈夫です。こんな感じでですね、ちょっと箸とか使いながらある程度繊維の部分を避けてやります。そんなに神経質に取らなくても大体で結構です。でこんな感じにある程度繊維を取ってやりました。こんな感じですね。この画面ぐらい繊維が取れてたら十分かなというふうに思います。で、取り除いた繊維の部分にも結構実がついてますので、ギューッと絞って絞り汁として残さずいただいていきます。残った繊維はもう捨ててしまいます。で、これを冷凍していきます。おすすめの方法はですね、こんな感じにビニール袋を使って小分けしてやるんですね。タッパーとかにガバッと入れる方法もあるんですけれども、このビニール袋で薄く冷凍しておいてやると、風味も保てて使う時も非常に使いやすいのでおすすめです。もうビニール袋はもう100均で売ってるような簡単なもので十分です。で生姜1袋に対して、ビニール袋も3つぐらいに割と少なめずつで分けてやります。汁も一緒に入れていきます。でそのビニール袋への入れ方なんですけども、ここでちょっとコツがありまして、できるだけ空気を抜いてやるんですね。で空気に触れないような状態でぴっちりと生姜とビニール袋を密着させてやります。これがコツですね。間に空気が入ってますと、冷凍している間に生姜が常に空気に触れている状態になりますので、風味がやっぱ結構落ちちゃうんですね。ですのでビニールに密着したような状態でぴっちり入れてやると風味が長持ちします。そして割と薄めに伸ばしてやるんですね。あんまり薄すぎてもちょっと使いにくいかもしれませんけども、程よく、このぐらいの感じに伸ばしてやります。で空気を抜いて入れたのがこういう状態です。もうほとんど空気が入ってないの分かりますかね。こんな感じで入れていきます。で残りのものも同じようにしていって、冷凍庫に広げて一旦凍らせます。
で凍らせた後ですね、そのままでもいいんですけども、より風味を保つためにこれをまとめてジップロックに入れておきます。ビニール袋よりジップロックの方が空気の遮断率が高いものですから、入れておけばより風味は長持ちします。こんな感じにまとめて入れておきます。でこの時にですね、必ず日付を書いた紙を入れておくことをお勧めします。というのも、冷凍するといつのものだかわからなくなってしまうものですから、ちょっとこれいつのやったっけなっていうふうになってしまうので、日付を書いておいた方が安心して使えると思います。保存期間はだいたいそうですね、2、3ヶ月はもう十分余裕ですね。うちはもう半年ぐらい使っちゃったりもしてますね。ただこれは保存方法にもよるし、一概に言えないので、自己責任でお願いできればというふうに思います。2、3ヶ月は十分持つと思います。で、ジップロックに入れたものはこんな感じに冷凍庫のストックコーナーに立てて入れておくと。こんな風にすれば場所も取らずにコンパクトに収納できます。では次に使い方ですけども、使い方はもう非常に簡単です。このビニール袋に手突っ込んでですね、生姜をパキパキ割りながら使うと、こんな感じすれば十分です。でこの状態でほっといたらもう勝手に自然解凍されまして、もう普通におろし生姜として使えますし、もしなんやったら2、3秒電子レンジにかけてやったら溶けてくれます。冷ややっこにのせたり、そうめんの薬味に使ったり、もう何でも使えますね。イメージするよりも生姜の風味が結構残ってますので、もうチューブの生姜とはもう比べ物にならない美味しさですね。で、すりおろしてぐちゃぐちゃの生姜のようなイメージあるかもわからないんですけども、結構もう刻み生姜としてでも結構使えまして、例えば生姜焼きだとか、麻婆豆腐の時とか、そういうな時とかにも全然普通の刻み生姜としても使えます。すりおろす前のこの塊の状態で保存する方法よりも本当にもうすぐに使えますので、非常に便利ですね。でここからはより風味を保つ方法なんですけども、割るときにちょっと空気がやっぱりまた入ってしまうもんですから、これもう一度ちょっと空気を抜くようにして入れてやると風味が長く保てます。風味を保つ一番のポイントはですね、やっぱ空気を抜いてやることなんですね。で最初に生姜をわざわざ3袋ぐらいに小分けにしてやったら、もう実は使う時にどうしてもやっぱ空気が入っちゃうんですね。でまたくっつけて入れてやるんですけども、それでもやっぱりちょっと、もう一度ぴっちりはくっついてくれないので、なのでもう初めからもう最初に小分けにしておいて、極力空気に触れさせないと、そういうつもりで3つぐらいに小分けにしました。で使い終わったものはこうしてまた元に戻してやればまた保存できます。いかがでしたでしょうか。以上が生姜の冷凍保存の方法になります。では今回の動画は以上になります。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルではお料理のちょっとしたコツやお料理初心者の方のここがわからないということに答えています。このチャンネルを楽しんでいただけたら評価とチャンネル登録で応援をお願いいたします。